この駅は青森県にある奥津軽今別駅。本州で一番北にある新幹線の駅で、青森県にありながら JR 北海道の駅になっています。今や北海道や東京からの新幹線はやぶさ号が発着するこの駅。新幹線が来る前はどんなところだったかご存知でしょうか？構内踏切が鳴り響く中、接近する列車。赤い ED79 型電気機関車に引かれた快速海峡号です。ご覧の通り、在来線のみが走っていた津軽海峡線。この頃は津軽今別駅という駅が海峡線に存在しました。当時の津軽今別駅は、ログハウス風の待合室が上下ホームにポツンとあるのみの簡素な駅。もちろん無人駅でした。待合室の中には青函トンネルの工事中の写真や列車の時刻表がありました。これを見ると1日に下りは3本のみの停車とありますね。他に電車に電気を供給する架線などの解説図が、何かのトラブルがあった時に役立つように掲出していたんでしょうか。ここで津軽二俣駅にも触れたいと思います。奥津軽今別駅のすぐ近くに JR 東日本の津軽線が走っており、当時も今と同様に津軽今別駅近くにあった津軽二俣駅。昔は列車の行き違いもでき、貨物の取り扱いもある駅でした。津軽今別駅の停車列車は上下合わせて6本。このシェルターのような通路、中に階段があって登っていくと、上には津軽今別駅がありました。当時、この通路には何もない空き地が広がっていました。津軽二俣駅方向を振り返って見てみました。コンクリートの道のようなもの、この下には線路が通っています。駅北側の本線から分かれた線路が、この下のトンネルを通って青森型にある保守基地へつながっています。青函トンネルの中の線路などをメンテナンスするための基地ですね。現在の津軽二俣駅です。ご存知の方もおられるかと思いますが、津軽線の蟹田駅から終点の民前駅まで現在運休中。それどころかこの区間は廃止を含めた協議を始めるとのことで、列車はもう走らなくなる可能性すらあります。そんな列車が来ない駅ですが、この雪の足跡があるように、駅のホームまで訪問する方が結構いるみたい。ここで津軽二俣駅から青森方面を見た景色の変化を見てみましょう。何もなかったこの空間に垂直に立ち上がって奥津軽今別駅との連絡通路が出現。津軽今別駅の駅舎の変化。1993年、すでに無人駅になっていた古い駅舎は、現在は道の駅今別になりました。さて、現在の道の駅と奥津軽今別駅の間には、町営の屋内駐車場があります。かなりの車が駐車できますね。引き続き、奥津軽今別駅改札口へ向かってみます。待合ホールの中を通って案内に従って歩きます。階段とエレベーターがあります。もちろんエレベーターの方に乗ります。連絡通路のフロアに着きました。長い連絡通路を渡っていると、昔のシェルターに覆われた通路のことを記した案内板がありました。昔、津軽二俣駅と津軽今別駅を結んだ通路があったのはこの辺りのようです。こうして見ると、現在の奥津軽今別駅は
昔の津軽今別駅に比べると少し北寄りにあったようですね。現在の奥津軽今別駅連絡通路に戻ります。突き当たりを右に曲がると改札口です。緑の窓口や券売駅もあって、津軽今別駅の頃に比べるともう立派な新幹線の駅です。この案内から改札内の設備に関してはあまり変わりないのかも。でもエレベーターを降りたところが待合室のような感じになっていましたよ。外はこんなに降りしきる雪ですが、さすがは屋根ですっぽり覆われた駅。駅の中は雪知らずです。再び1993年の津軽今別駅、下の津軽二俣駅に列車が到着したようです。今度は津軽海峡線を下り貨物列車が通過。ホームが狭いのでちょっと怖かったです。時は1994年3月、今別の保線基地に50系客車が1両見えました。快速海峡号が津軽今別駅に停車するところ、そして海峡号は函館に向けて発車。次の停車駅は今は廃止された尻内駅。シェルター付き階段へ向かって歩くお客さんの姿が確認できます。この時はさらに雪深かったのがよくわかります。今と昔の奥津軽今別駅、いかがだったでしょうか。新幹線で一番乗車人員の少ない駅だそうですが、仙台の津軽今別駅から見てみるとすでに35年が経過。その間、地元の方の足となって地域を見つめてきたのでしょう。津軽線の末端区間の動向も気になりますが、また今後も生活の足として本州と北海道の間の駅として今別の町を公共交通機関として支えていくのでしょう。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。